はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日は日本の作品を朗読します。今日朗読する作品は宮沢賢治の銀河鉄道の夜です。宮沢賢治は岩手県出身の作家で多くの作品を残しました。彼が書いた童話の中で特に有名なものとしては、今日朗読する銀河鉄道の夜の他に、注文の多い料理店、風の又三郎などがあります。もしかしたら皆さんも作品の名前を聞いたことがあるかもしれません。実は彼の作品は生前には一般にあまり知られていませんでした。彼の死後に童話や詩などが一般に公開されて、現在では国民的な作家として知られています。これから朗読する銀河鉄道の夜も宮沢賢治の死後に発表された作品です。今から約100年前、1924年に執筆を開始したと言われている作品です。この作品は多くの人に影響を与えた作品で、この銀河鉄道を元にした映画やアニメ、舞台作品などがたくさん作られました。宮沢賢治は好奇心旺盛な人で、詩人や童話作家としての顔だけでなく、教師、科学者、農業研究家、宗教家などとしても活躍していました。また天文学にも強い関心を持っていて、当時水沢地区にあった国立天文台の最先端の観測所にも何度も足を運んだそうです。彼が生涯をかけて得た幅広い知識と豊かな感性が、こうして100年経った今も愛される作品を生み出したんですね。これから読むのは銀河鉄道の夜の一部分です。主人公のジョバンニは学校が終わった後、地元の星祭りに行きます。その時に夜空を見上げていると不思議な声が聞こえてきて、いつの間にか列車の中にいます。そこで親友のカンパネルラに会います。その後、ジョバンニとカンパネルラは銀河を旅します。全体の流れはそのような内容です。今日はジョバンニが銀河鉄道に乗る場面から朗読したいと思います。それでは聞いてください。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い鋼の空の野原に立ちました。今、新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原に、まっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合。またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何べんも目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでガラ空きで、
向こうのネズミ色のワニスを塗った壁は、真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だかわかりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたのと言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかったと言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。するとジョバンニもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああ、しまった。僕、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは、夜のように真っ黒な板の上にいちいちの停車場や三角標、泉水や森が青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君もらわなかったの？ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろう？ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に銀色の空のすすきが、もうまるで一面、風にさら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 揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれども、だんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、
時々目の加減かちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪光の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱいに光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を焚いていないね。ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう。カンパネルラが言いました。するとちょうどそれに返事するように、どこか遠くの遠くのもやのもやの中からセロのようなゴーゴーした声が聞こえてきました。ここの汽車はスティームや電気で動いていない。ただ動くように決まっているから動いているのだ。ごとごと音を立てているとそうお前たちは思っているけれども、それは今まで音を立てる汽車にばかり慣れているためなのだ。あの声、僕何遍もどこかで聞いた。僕だって林の中や川で何遍も聞いた。ごと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 、その小さなきれいな汽車は空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指して言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次から、たくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑の灯火とぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のようなくらいぼんやりした点鉄機の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットフォームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計の盤面には、青く焼かれた鋼の2本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。
20分停車と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか。ジョバンニが言いました。降りよう。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へ駆けていきました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤坊らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べていきますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の2本の柱の影のように、また2つの車輪の矢のように、幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂を一つまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。そうだ。どこで僕はそんなことを習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパーズや、またくしゃくしゃの終局を表したのや、また角から霧のような青白い光を出すコランダムやらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶつかってできた波は美しい輪光を上げて、ちらちらと燃えるように見えたのでもわかりました。川上の方を見ると、すすきのいっぱいに生えている崖の下に、白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな5、6人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がピカッと光ったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んで、そっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口に、プリオシン海岸という瀬戸物のつるつるした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。おや、変なものがあるよ。カンパネルラが不思議そうに立ち止まって岩から黒い細長い先の尖ったくるみの実のようなものを拾いました。くるみの実だよ。空たくさんある。流れてきたんじゃない。岩の中に入ってるんだ。大きいね。このくるみ倍あるね。こいつは少しも傷んでない。早くあそこへ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。二人はギザギザの黒いくるみの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなすすきの穂が揺れたのです。はい、いかがでしたか？今日朗読したのは
銀河鉄道の夜の一部分です。今日朗読した部分の前、間、後ろにはまだ他の話があります。興味がある方はぜひオンラインで読んでみてください。また今後も朗読をしようと思いますので、何かリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは今日はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。